組み立てに入る前に、まずはエディタの基本操作を説明します。モデルの角度を変えたい場合は回転ボタンで、大きさを変えたい場合は拡大、縮小ボタンで調整できます。角度や大きさを初期状態に戻したい場合はカメラリセットボタンを押してください。パーツにカーソルを重ね、ボタンを押すことでそのパーツを選択することができます。選択したパーツの脇に出る印はガイドといって、その位置に新しくパーツを接続できる場合に表示されます。以上が基本操作です。それでは組み立てに入りましょう。新しくパーツをつなぎたい場合は、最初に接続したい場所を選択します。次に新しくつなぎたいパーツをパーツアイコンから選んで、そのままガイドまで持って行き、そこでボタンを押せばパーツがつながります。つける場所を選択して、パーツをガイドに重ね、ボタンを押す。このようにしてモデルの形はだんだんと出来上がっていきます。パーツの接続が終わったら、つないだパーツを折り曲げて形を整えます。折り曲げたい場所を選択して、外側の折り曲げボタンで山折り方向に、内側の折り曲げボタンで谷折り方向に折り曲げることができます。折り曲げはモデルが目的の形になるまで行ってください。外見が整ったら、モデルに動きをつけてみましょう。まずはジョイントです。ジョイントを選択した状態でエディタをパラメータモードに変更します。どのボタンを押した時の動きかをボタンアイコンから選んで、設定バンドに貼り付け、角度を決定します。ボタンを選んで貼り付け、角度を決める。これでハンドル操作ができるようになりました。今度はタイヤに動きをつけます。エディタがパラメータモードになっている状態でタイヤを選択してください。ジョイントの時と同じようにボタンを選び、貼り付け、回転方向を決めます。これで前進と後退ができるようになりました。残りのタイヤも同じようにして動きを設定します。
後に間違いがないかを確認します。ボタン入力パネルを出して動きが正しいかどうかを確認してください。